たった一振りで、伝説という言葉の意味を書き換える選手がいる。スタジアム全体が息を潜める瞬間だった。ロサンゼルスの夜空はどこまでも澄み渡り、満員となったドジャー。スタジアムには試合開始の数十分前から異様な熱気が漂っていた。ナショナルリーグ西地区を代表するライバル同士、ロサンゼルス、ドジャースとサンディエゴ、パドレス。その一戦は単なるレギュラーシーズンの試合ではない。地区優勝争いを左右する重要なカードであり、球場には、この試合こそシーズンの分岐点になる、と語るファンが溢れていた。しかし、その視線のほとんどは一人の男へ向けられていた。大谷翔平。試合前のグラウンドで軽くバットを振るだけで、スタンドから歓声が湧き起こる。キャッチボールを始めれば、スマートフォンを掲げる観客の数はさらに増え、報道陣はその一挙手一投足を逃すまいとシャッターを切り続ける。今日も何かやってくれる。誰もがそう信じていた。アメリカのスポーツ専門局は試合開始前から特集を組み、日本でも深夜にもかかわらず数多くのファンがテレビや配信サービスの前で待機している。SNS では、SHOTIME が瞬く間にトレンド入りし、世界中がこの試合の始まりを待っていた。一方、パドレスにも負けられない理由があった。強力打線を誇る彼らは、このカードで流れを引き寄せたいと考えていた。首脳陣は試合前のミーティングで、大谷を自由に打たせたら負ける、と何度も確認する。投手陣にも徹底した配球プランが共有され、死球も辞さない覚悟で勝負に臨む方針だった。午後7時10分、球審がプレーボールを告げる。スタンドを埋め尽くした5万人を超える観客が一斉に立ち上がり、大歓声が夜空へ突き抜けていく。まずはパドレスの攻撃。ドジャースの先発投手は立ち上がりから力強いストレートを軸にテンポよく打者を打ち取っていく。しかしパドレス打線も簡単には終わらない。西から鋭いライナーがセンター前へ抜けると、続く打者も四球を選び、一気に1、2塁のチャンスを作り出した。球場には緊張が走る。ドジャースファンは静まり返り、パドレスファンだけが声援を強める。ここで迎えた4番打者。初球、高めいっぱいのストレート。ファウル。2球目は外角低めへの変化球。空振り。一気に追い込んだ。しかし勝負は簡単では終わらない。3球連続でボール球を見極められ、カウントはフル。誰もが固唾を飲む。スタジアム全体が静まり返ったその瞬間。投じられた6球目。内角へ食い込む速球に打者のバットは差し込まれ、高々と舞い上がった打球はファーストがしっかり捕球。ドジャースベンチから大きな拍手が起こり、先発投手は拳を握りしめながらベンチへ戻っていく。最大のピンチを無失点で切り抜けた。そして1回裏、球場の雰囲気は一変する。場内アナウンスが響く。2番、指名打者、大谷翔平。その瞬間、割れんばかりの歓声がスタンドを揺らした。パドレスの先発投手は深く息を吐く。試合前から最も警戒していた打者、大谷がゆっくりと打席へ向かう。ヘルメットを軽く触り、白線を踏みしめ、静かに構える。その姿には不思議な存在感があった。初球、外角いっぱいへのストレート。見送る。ストライク。球場からどよめきが起こる。2球目。今度は低めへのスライダー。大谷は最後まで見極めてボール。カウント1、1。3球目。高めの速球。鋭く振り抜いた打球は快音とともにライト方向へ伸びていく。観客全員が立ち上がる。入ったか。実況席も思わず声を上げる。しかし打球はあと数メートル届かずフェンス直撃。大谷は迷わず二塁へ滑り込み、スタンディングツーベース。惜しくも本塁打とはならなかったが、その一打だけで球場は今日一番の盛り上がりを見せる。ドジャースベンチでは選手たちが笑顔で拍手を送り、パドレスバッテリーは思わず顔を見合わせる。やはり危険だ。その空気がベンチ全体に広がっていた。続く打者の内野ゴロで三塁へ進み、犠牲フライでドジャースが先制。わずか一本の長打が試合の流れを動かした。2回、3回と両投手はテンポよくアウトを積み重ねる。しかし静かなイニングの中にも、水面下では激しい駆け引きが続いていた。パドレスは大谷との対戦データを細かく確認し、配球を1球ごとに変えていく。外角、内角、高低、緩急。決して同じ攻め方はしない。
一方、大谷も打席に立つたびに相手投手の癖を観察していた。セットポジションに入るタイミング、指先のわずかな動き、リリースポイント、一球ごとに情報を蓄積し、次の打席へつなげていく。4回表、パドレスが反撃を開始する。先頭打者のヒット、送りバント、さらに死球、一死一、二塁。球場には再び緊張感が戻る。続く打者が放った鋭い打球は三遊間を襲う。誰もが抜けたと思ったその瞬間、ドジャース遊撃手が横っ飛びで捕球。そのまま二塁へ送球し、一塁へ転送。見事なダブルプレー。守備陣のファインプレーにスタンドは総立ちとなる。流れは依然としてドジャース。だがパドレスも簡単には引き下がらない。5回に入る頃には、両チームのベンチには独特の緊張感が漂っていた。試合はまだ前半。それでも誰もが感じ始めていた。この夜の勝敗を決めるのは、一つのプレー、一人のスイングかもしれない。と。そして5回裏、西一塁。再び打席へ向かう大谷翔平。スコアはわずか1点差。パドレスベンチでは投手コーチがゆっくりとマウンドへ向かい、捕手と先発投手に短く言葉をかける。勝負するな。しかし逃げすぎるな。矛盾したようにも聞こえる指示。それほどまでに、大谷という打者は相手に難しい決断を迫っていた。球場中の視線が一箇所へ集まる。実況席も思わず声を潜める。初球が投げ込まれようとした。その瞬間、誰も予想しなかった運命の一球が、静寂を切り裂こうとしていた。静寂を切り裂くように、捕手のミットがわずかに内角を示した。パドレスの先発投手は何度も首を振る。一球の選択が、この試合の運命を変える。球場全体がその重みを理解していた。そして、ようやくうなずく。セットポジション。左足をゆっくりと持ち上げる。腕がしなり、白球が放たれた。初球は内角低めへ食い込むシンカー。しかし、大谷翔平は全く動じない。最後までボールを見送り、静かに一塁方向へ歩きかけるような余裕さえ見せた。判定はボール。その落ち着いた表情に、実況席は思わず言葉を漏らす。まるで、この打席の結末が見えているかのようです。続く2球目。今度は外角いっぱいのフォーシーム。一気にストライクゾーンをついてくる。大谷はコンパクトに振り抜く。鋭いライナーが一点二塁間へ飛ぶ。しかし一塁手が横っ飛びで放球。ベースを踏んでスリーアウト。パドレスベンチは大きく拳を握る。最大の難関を乗り越えたかに思われた。だが、ドジャースベンチでは誰一人焦げる様子がない。デーブ、ノバーツ監督は腕を組みながら静かにうなずく。タイミングは合っている。その確信が表情に浮かんでいた。6回表。試合は大きく動き始める。パドレス打線がついにドジャース先発を捉えた。先頭打者がセンター全ヒット。続く打者もレフト前へ運び、無視一、二塁。球場の空気が変わる。ここで送りバント。一二、三塁。外野は前進守備。一打逆転の場面。打席には勝負強さで知られる中軸打者。初球。低めいっぱいのチェンジアップ。空振り。2球目。外角へのカットボール。ファウル。追い込まれながらも打者は冷静だった。3球目。内角高めへのストレート。詰まりながらも振り抜いた打球はライト前へポトリと落ちる。三塁走者が生還。さらに二塁走者も本塁を狙う。ライトからレーザービームのような送球。クロスプレー。球場中が立ち上がる。判定は、セーフ。パドレスが一気に逆転した。スコアは2対1。パドレスベンチが大歓声に包まれる。一方のドジャースベンチには重い空気が流れる。しかし、その沈黙を破ったのは意外な人物だった。大谷翔平。ベンチの最前列で力強く手をはたき、仲間たちへ声をかけ続ける。誰よりも大きな声だった。その姿をカメラが映し出すと、スタンドから自然と拍手が起こる。アメリカの実況席も紹介する。これがリーダーシップです。スコアでは負けていても、彼は決してチームの士気を落とさない。日本の中継でも解説者が静かに語る。こういう姿勢が、チーム全体に伝染していくんですよ。6回裏、ドジャースの反撃。1番打者が四球を選べ。続く打者がセンター全ヒット。無視1、二塁。
スタンドのボルテージは一気に上がる。パドレスはここでマウンドへ集まる。オシュが投手へ短く伝える。落ち着こう。一人ずつだ。だが、その直後だった。3番打者が放った打球は右中間を待って立つ。一塁走者が一気にホームイン。試合は2対2の同点。ドジャースファンが総立ちになる。試合は振り出しへ戻った。7回。両チームとのリリーフ陣が登板する。ここから一球一球の価値がさらに重くなる。パドレス2番手投手は150キロを超える速球を武器に殺者凡退。対するドジャースも力強いセットアッパーが3つのアウトを奪い返す。スコアボードには、2、数字は動かない。しかし緊張感だけは増していく。8回表。パドレスは先頭打者が長打を放つ。ノーアウト2塁。再び勝ち越しのチャンス。ここでドジャースベンチは迷わず守護神級のリリーフを投入する。観客からどよめきが起こる。ここで投入するのか。誰もが驚いた。監督の決断は明確だった。この回が勝負。初球、157キロ。空振り。2球目、鋭く落ちるスプリット。空振り。3球目、外角いっぱいへのストレート。見逃し三振。圧巻だった。続く打者の三振。最後はショートゴロ。無失点。ベンチへ戻る投手を大谷が真っ先に迎える。力強く肩をはたき、笑顔を見せる。その姿に球場全体が拍手を送る。アメリカの SNS では瞬く間に動画が拡散される。勝負所で最高の継投。これぞプレーオフのような采配。大谷の存在がベンチを一つにしている。そんなコメントが次々と投稿されていく。日本でのスポーツニュース各社が速報を流し始める。試合は終盤へ。歴史的一戦となる可能性。大谷、まだ決定打は放っていない。期待は最高潮に達していた。そして迎えた8回裏。ドジャースの攻撃。先頭打者が粘った末に死球。続く打者は送りバントを決める。一死二塁。球場には、大谷、大谷の大合唱が響き渡る。誰もがその名前を叫んでいる。ゆっくりとネクストバッターズサークルから歩き出す大谷翔平。バットを肩に担ぎながら、一歩ずつ打席へ向かう。その姿に実況席は思わず声を震わせる。今夜、この瞬間のために5万人以上の観客が集まったと言っても過言ではありません。パドレスベンチはすぐに動いた。投手交代。この日のために温存してきたクローザーを投入する。場内に大きなどよめきが広がる。最強打者と最強投手。最高の舞台が整った。捕手はマウンドへ歩み寄り、短く確認する。歩かせるか。投手は静かに首を横へ振った。逃げない。監督もその決断を受け入れる。真っ向勝負。球場全体が総立ちになる。大谷はゆっくりとバッターボックスへ入り、バットの先端でホームベースを軽く叩く。視線はただ一直線にマウンドだけを見つめていた。スコアは2対2。一死二塁。誰もが感じていた。この一打席が、この夜すべてを決める。球審が右手を上げる。試合再開。クローザーが大きく息を吸い込み、第一球を投じようと腕を振り下ろした。その瞬間、ドジャー、スタジアムは歴史が生まれる予感だけを残し、完全な静寂に包まれていた。ドジャー、スタジアムを包み込んでいた静寂。その中心に立つのは、大谷翔平。スコアは2対2。一死二塁。勝敗を左右する。まさに運命の打席だった。パドレスのクローザーは深呼吸を繰り返し、何度もロジンバックに手を伸ばす。一球の失投が試合を終わらせることを理解していたからだ。初球、外角低めいっぱいへのスライダー。大谷は微動だにせず見送る。ボール。続く2球目は内角高めへの速球。鋭く振り抜いた打球は三塁側スタンドへ切れていくファウル。球場全体から大きなどよめきが起こる。あと少しだった。誰もがそう感じた一打だった。カウントは1ボール1ストライク。3球目。投手は勝負球としてフォークを選択する。しかしボールはわずかに高く浮いた。その瞬間だった。大谷のスイングが迷いなく振り抜かれる。乾いた快音。誰もが音だけで確信した。打球は高く舞い上がり、ライトスタンドの奥へ一直線。右翼手は数歩下がっただけで足を止めた。見送るしかなかった。次の瞬間、
スタンドが大爆発する。入った。実況アナウンサーの絶叫が球場中に響き渡る。決勝の第20号ツルーランホームラン。ドジャースが4対2と勝ち越した。大谷は静かにバットを置き、一塁へ向かって走り始める。感情を爆発させることはない。それでもダイヤモンドを一周する姿には、言葉では表せない存在感があった。ホームベースを踏んだ瞬間、チームメイトが一斉に飛び出す。ベンチ前は歓喜の輪に包まれた。ロバーツ監督も笑顔で大谷を抱きしめる。スタンドでは何万人ものファンが立ち上がり、MVP、MVP の大合唱が鳴りやまない。一方、パドレスの選手たちはしばらく動くことができなかった。完璧に近い IQ。それでも打たれた。勝負の世界の厳しさを物語る一振りだった。9回表。最後の守備。ドジャースの守護神がマウンドへ上がる。先頭打者を空振り三振。続く打者をセカンドゴロ。そして西。最後の打者が放った打球は高々とセンターフライ。センターがしっかりとグラブに収めた瞬間、試合終了。ドジャー、スタジアムにはこの日一番の歓声が響き渡る。大谷は仲間たちとハイタッチを交わし、最後にゆっくりとスタンドへ向かって帽子を軽く上げた。その仕草だけで、再び大きな拍手が巻き起こる。試合後、アメリカの放送局は、スーパースターは最高の舞台で最高の仕事をした。と速報。日本のスポーツ番組でも、節目となる20号は、チームを勝利へ導く決勝弾だった。という特集が次々と放送される。SNS には世界中から祝福の言葉が溢れ、SHOTIME、HOMERUN、ナンバー20が瞬く間にトレンドの上位を埋め尽くした。この一発は、単なるホームランではなかった。苦しい接戦の流れを断ち切り、仲間を勇気づけ、球場に集まったすべての人へ野球の魅力を届けた一打だった。勝敗を決める一振り。誰もが息を飲み、誰もが歓声を上げた数秒間。それは数字だけでは語れない価値を持つ。特別な瞬間だった。野球には、人の心を震わせる力がある。そして、その魅力を体現する選手がいる。大谷翔平。この夜、放った第20号ホームランは、一つの勝利以上の意味を持っていた。歓声は夜空へ響き続ける。伝説は終わらない。いや、新たな伝説は、今この瞬間にも、静かに始まっているのかもしれない。